皆さんこんにちは、あやです。先日チャンネル登録者数がもうすぐ5000人を迎えるということでアンケートを実施しました。たくさんのご回答ありがとうございます。今回はアンケートでいただいた質問に答える質問編の動画となっております。ピアノのこと、それから自分のこと、あとはセーラームーンの話などなどいろんな質問をいただきましたので、それに、今回は答えていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。では質問です。ピアノをしたきっかけは、ピアノを習い始めたのは小さい頃ですか？どのくらいピアノを弾いていますか？ピアノはですね、まず、最初に触ったのは赤ちゃんの頃と聞いていまして、で親がアップライトピアノを買ってくれました。でレッスンとして習い始めたのは3歳か4歳ぐらいと聞いています。それから、もうずっと弾いているので30年以上ぐらいは経ってるんじゃないかなと思います。社会人になった頃はちょっと途中忙しくてなかなかピアノが弾けなかった時期もあるんですけれど、またピアノを再開して、で今は教えながら自分もレッスンに通っているという感じで進めています。次の質問です。セーラームーンで一番好きな曲は何ですか？皆さんこれ好きな曲1曲って言われたらあげれますかね？難しいですよね。どうしようかな。どれももちろん好きなんですけど、やっぱりライツの曲をあげたいなと思うので、一番好きな曲と言われたら銀河一身分違いな片思いということに したいなと思います。もともともう皆さんご存知と思いますが、ライツがとても大好きで、曲としてはどれも好きなんですけど、この聖夜の歌う曲が一番感情がダダ漏れで聴いてて楽しいので、これかなと思います。もちろん歌もお上手なので、曲として音楽としてもとても素晴らしいし、なんだったら楽譜メロディー譜書き起こして皆さんに一緒に分析の話を聞いていただきたいぐらい語りたいんですけど、結構その聖夜の曲は感情の起伏がすごい激しいのがメロディーにもよく出ているので、とてもキャラクターにぴったりの曲かなと思います。次です。セーラームーンの曲で特に演奏するのが好きな曲は何ですか？演奏するのが好きな曲は、結構いろいろあるんですけど、私がいろいろ弾き始めてこれいいなって思ったのが、セラミュのウラヌスとネプチューンが歌っているハーシュセイントクライっていう曲がとても響きました。メロディーもすごいかっこいいし、私アレンジ版の方が結構好きなんですけど、アレンジ版リミックスかな、あっちの方がすごい躍動感があって、でしかもかっこいい、そしてちょっとメロディーコードおしゃれ、いいなってちょっと久々に思ったのが、ハッシュセイントクライです。でキャラの曲として弾いててめっちゃテンションが上がるのはヤテンくんの真夜中一人です。気だるい感じとキャラクターの性格がめちゃくちゃマッチしてるのと、あとは坂本さんの曲いろいろ好きなので、この真夜中一人も弾いててやっぱりおしゃれな気分になれるのがとても好きかなと思います。次です。今後動画で弾いてみたい曲はありますか？また今までアレンジした中で一番弾きやすかった曲と難しかった曲を教えてください。一つずついきましょう。動画で弾いてみたい曲、
セーラームーンの曲は前も言いましたけど本当に山ほどあるので、まだまだ私は氷山の一角なのでこうつまみながら弾いているんですけど、まだそのいろんなジャンル、そのミュージカル、あと旧アニメ、クリスタル映画、あと実写もですね、もういろんなところからこうかいつまんでいっぱいやっていきたいなと思うんですけど、最近ちょっとこんなん作りたいなと思っているのが、作業用 BGM なんですけど、なんかちょっとこうチルみたいな、ちょっとこうゆったりまったりなんだけど、どっちかっていうとまだこう活動的な方、癒し系というよりはなんか朝とか昼とかまだ明るい時間に聴けるような感じの BGM、なんかこうローファイみたいな、ちょっとああいうのも弾いてみたいなと最近思っています。ちょっといろいろお勉強中なので、もう少しなんか固まったら挑戦してみようと思います。あとは、一番弾きやすかった曲ですね。アレンジしやすいっていうのが私の中ではやっぱりもともとがピアノ曲であったりとか、あとはメロディーとかリズムが割と分かりやすいものっていうのは弾きやすいと思います。なのであげるとしたら I miss you とかはもうまあ結構聴いているので弾きやすいっていうのもあるんですけど、メロディーとか取りやすいのでとても楽しく弾けた方だと思います。逆に難しかった曲は何かなって言われると、やっぱり音取りがしにくかった曲というのはとても速いテンポが速い曲で、かつもうわちゃわちゃやってるのはもうこれどこ弾いたらええねんってなったりはしますね。なので、もうなんかもうやりたくないなって思うのは、セーラームーンエターナルのムーンエフェクトですね。なんでかっていうと、まず曲が長いっていうのが一つ、それから後半がもう本当に暴れっぷりがすごい大変だったので、音を取っていくにも結構こうなんかテンポを落として一個ずつ弾いて音を取っていくっていうのがとても大変な作業だったかなと思います。次です。最近ハマっているもの、こと、人。前の動画で検証パズルにハマってますっていう話をしたかと思うんですけど、今もぼちぼち続けています。今年はまだ当たってないので、いつか当たったらいいなと思います。あとは5月からフィットボクシング2っていう任天堂スイッチの運動系のソフトを、やってるんですけど、これ何年か前からソフトは持ってて時々やってたんですけど、5月からちょっと本格的にまたダイエットを始めました。というのは、この間コンサートに出演したんですけど、その時の写真を見たら二の腕がもうとてつもなくパンパンになっていることにとても驚きまして、これは大変だと思って慌ててまた、スイッチの電源を入れボクシングに励んだり食事管理などなどちょっといろいろ頑張っているところです。それからハマっている人何かな。例えば YouTube でよく何を見るかって言われたら、某クイズの知識集団の方々の動画をよく見ます。結構好きです。そんなところでしょうか。好きな映画はありますか？これはジャンルは何でもいいんでしょうか？もしセーラームーンの中でっておっしゃるのでしたら、やっぱり R ですね。どれも好きなんですけど、90年代の R の映画はもうハンカチが、1枚じゃ足りないですね。もし他の何でもいいのであれば、担当さんが結構映画鑑賞が趣味で、ジャンルは洋画のアクションものとか
結構好きで一緒に見てた時期もあるんですけど、私はなんかアクションよりはミステリーとか頭使う系の映画がすごく好きだなというのが分かって、ダヴィンチコードとか、あとはなんかこう伏線いっぱい貼ってる系の映画も好きです。グランドイリュージョンとか とても楽しかったなと思っています。あとは、スターウォーズも割と好きです。どの時期のが好きかって言われるとどれも好きなんですけど、なんか結構ハマったのは新しい時期のエピソード7、8、9あたり結構好きです。何が好きってあれです。レイちゃんとカイロレンの絡みがすごく刺さるものがあったからです。敵同士の絡みって熱くないかなって私的には思っているので、なんかそういうシーンを見るとわあ素敵ってなっちゃいます。次です。以前ライブか何かではるかかコルダの話をされていたような気がするのですが、もしかして乙女ゲームとかもされるのでしょうか。もしされるなら好きな乙女ゲームとかありますか。乙女ゲームの質問ありがとうございます。私は、アンジェリークシリーズしかやったことがなく、でしかもやったことがあるのがスーファミの初代のやつと、あとは新作のアンジェリークルミナライズはプレイしたことがあります。他のシリーズはなんとなくどんな話かっていうのは分かるし、キャラクターがだいたい分かるぐらいの程度です。ではるかとかコルダとか、あと他の乙女ゲーは本当に分からないです。ドハマりしてるのがそのアンジェリークルミナライズなんですけど、私これ語り出したらもう一本別の動画撮らないといけないかなとか思ったりはするんですけど、次にこんな質問いただきました。楽譜のない曲も多いと思いますが、いつもどのようにアレンジをしているのですか。これはですね、だいぶ前にメイキング動画を上げたりもしているんですけど、最近ちょっとやり方がだいぶ簡略化してきているので、最近の、こんな感じに音取りしているよっていうのを少し簡単にご紹介しようかなと思います。まず楽譜のない曲を、ピアノでアレンジするときに大事なことっていうのが、まずメロディーですね。それから、コード、あとリズム。これは曲の中でいう打楽器のリズムをいかにピアノで再現するかっていうところかなと思います。この3つが基本私の中の軸になっているので、それを、10本の指でどんだけ再現できるかっていうところを目指して、いつもアレンジをしています。ちょっと1曲例を挙げてご紹介しようかなと思うんですけど、例えばタキシードミラージュをじゃあ、アレンジしようってなった時に、まず私が最初にすることはメロディーを書き取る。もう音が分かっているのであれば省略をするんですけど、メロディーがきちんと弾けていないとどうしようもないので、まずメロディーを確実に取るということをどの曲でもやっています。でメロディーが取れたら次はコードを入れていくんですけど、コードは、聞いてこの音使ってるなと思ってコードネームをこうピッと書き足したりするようにしています。でこの時に例えば曲の通りにコードを弾くこともあれば、なんかちょっといじりたいなと思ったら別のコードに置き換えたりとかをすることもあります。次にベースとかとリズムですね。低い音とあとリズムの刻みはほぼ左手で一緒にやるようにしているので、そこをどういうふうに動かすかっていうのを次に考えます。基本は低い音を弾きながら、そこで同じ音を使ってリズムを取ったりすることもありますが、低い音も動かすととてもおしゃれになるので、暇なところとか伸ばしたりしているところなんかにちょこっと動きを入れたりすることもあります。そして、メロディーを弾くのはほぼ右手なんですけど、右手でメロディー弾きながら、指が 2,3 本空いてるので、そこでコードを押さえたり別の動きを入れたりっていうことを
したりしています。でこれでいろいろ音のバランスを整えながら調整をしたり、ここの音は絶対欲しいっていうところは確実に取れるようにしたいとかっていうところでしょうか。一番は雰囲気が、変にならないようにってところなので、例えばタキシードミラージュで言ったらあんまり音を増やしすぎるとやかましくなっちゃうので、静かなところもちゃんと設ける、伸ばすとこはちゃんと伸ばす。でそこに邪魔しないように足す音は静かに入れるとか、そんな風にちょっと抑揚をつけたりして弾くようにしています。以前は全部音を取ってその連弾の時なんかも連弾もザーッと音を一から楽譜に書いたりしていた時もあるんですけど、もう今はもうそれを頭の中で全部やるようになっているので、もう弾きながらここはこうしようとか、こっちはこの時にこれを弾こうとか、メモ程度にアプリ楽譜を作るアプリなんかもあるので、それに書いたりはするんですけど、もうほとんどメロディーとコードしか最近は書いてないかなというところです。こんな感じでいろいろ質問をいただきました。たくさん聞いていただいてありがとうございます。割とそのセーラームーンとかもちろん他のジャンルもこれから弾いていきたいと思っていますので、ぜひいろいろご意見とかコメントいただけると嬉しいです。次回はこのアンケートで質問しましたセーラームーンの中で好きな話、もう本当に山のようにたくさんいただきましたので、ちょっとこれ一個ずつ語っていきたいなと思いますので、多分長時間の動画になりそうな気はしますけれども、よかったらぜひ聞いていただけると嬉しいです。では、今日はこの辺で終わろうと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。あやでした。